おはようございます。たかしです。本日は1月10日水曜日、ただいま9時16分。それではポンド円、そしてドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていくんですが、本日は15分足からやっていきます。というのも昨日Twitter X で投稿したものの説明からしようと思っているんですが、昨日このような投稿をしております。ポンド円15分足、昨日同様方向感のない動きをしているが、直近ではレンジになっている。レンジ内トレード、抜けた方へついていく。レンジ下抜けの可能性が高いとは思うが、下抜ければすぐにボトムを迎える可能性が高いとも思うので、レンジ下抜け後の下落についていく場合はご注意ください。という、そんな投稿ですね。そして昨日それを投稿していたのがこの辺りですね。この高値付近でそれを投稿しているんですね。結果的にそこから下落。一旦は下落してきて、そのレンジ加減付近が意識されて反発上昇するも、結果的に上値が重く下抜け。ただし、先ほど言いましたように、下抜けしてもそこがすぐにボトムを迎える可能性があるということで、ボトムを迎えてそこからの上昇になりました。ここを矢印描いてますが、基本的にはこの黄色のボックスっていうのが過去意識されていたんですね。昨日の投稿がここですので、今白ラインを引きましたが、それよりも左側、ここ過去意識されてますよね。ボックス加減っていうのが意識されている。上限っていうのはちょっとこれ上抜けはしてますが、基本的に上限も意識されているというところで、過去にはボックス加減が1、2、3回と意識されてました。なので今回も意識されるだろうということで、ここちょっと見にくいんですが、チャートと重なってますが、赤い矢印を描いてます。ここからの反発をイメージ。そして上限まで来ればそこからの下落をイメージしております。という中で昨日は動いていたんですね。その中で一度下抜けするだろうという、そういう想定をしていたんですが、イメージした通りな動きはしてきてます。どうしてこの下抜けるだろうと思ったのかっていうのを今から説明していきます。まず環境認識ですが、1時間足を見ておきたいです。1時間足こちらですね。ちょっと拡大しますね。こんな感じ。昨日の下抜け部分っていうのはここですね。黄色のボックスを下抜けたところ、そしてこのボックスを下抜けてから反発上昇してますよね。1時間足では昨日レンジなんですよね。15分足でレンジなんですが、1時間足の GMMA の青帯っていうのは昨日の午前中から昼にかけてだんだんと収束して横ばいになってきていたんですね。つまり GMMA の青帯が横ばいっていうことは基本的には上がったり下がったりと方向感のない動きをしやすい、そういう相場にあるっていうのがわかります。ですのでこの黄色のボックスの中付近で動くだろうということが想定できるんですね。で、その中で下抜けをしてきました。この下抜けなんですが、これは次4時間足を見たいんですが、こちらが4時間足です。昨日、そしてその前の日の動きっていうのは、この黄色のボックスの中でレンジを組んでいたんですが、実はこれ GMMA の青帯との乖離解消の動きだったんです。っていうのが、昨日のこの下髭を見ればわかりますよね。これを待っていたんですよ。この GMMA っていうのは、基本的に Twitter なんかでもよく投稿してますが、基本的には接触するとそこから反発しやすい、そういう習性を持ちますという話をするんですが、つまり逆に言うと GMMA に接触するのを待つ期間っていうのができてくるんですね。こういうところもそうですよね。GMMA に接触して、ここちょっと見にくいんですが、上髭で接触してそこからの下落になってます。このあたりもそうですね。ここはちょっと上抜けたりしてますが、基本的には GMMA から離れると GMMA に戻るっていう動きをします。で、そこから再び反発していくっていう、そういう動き方をするんですけれども、昨日はそれを待っていました。4時間足の GMMA の青帯に接触するような動きをするのを、昨日と一昨日の時点でその動きをしてきていたんですね。ただそれが日柄調整をしていたんですよ。横横の動き。本来ですと、こういう上昇の後、例えばここで値幅調整をしてくると、こういう風に GMMA に接触して、そこから上昇していく。そういう動きをしてくるんですが、これが値幅調整です。ただし、昨日の動きっていうのはそうじゃなくて、昨日、一昨日の動きっていうのは日柄調整をしていたんですね。ですので、横横の動きをしていたので、このまま横横の動きが続くのであれば、GMMA の青帯が上がってくるのを待つ。つまり本日すでに上昇に入っておりますけれども、それは昨日一度 GMMA に接触したから上昇に入れたという話で、もし昨日この黄色のボックスを下抜けせずに、この中でまだ揉み合っていたのであれば、もう少し本日も揉み合って、GMMA の青帯が上がってきて、そこに接
接触するぐらいまでは次の上昇につながれなかったという話です。という、そういう意味があったので、昨日の15分足の投稿で下抜けする可能性は高いですけれども、すぐにボトムを迎える。つまり4時間足の GMMA に反発してすぐ上昇しますよっていう、そういう内容の投稿でした。ということをここでちょっと補足しておきます。ではここからはいつも通り日足からやっていきます。まず日足はこの平行チャンネルの下限付近での反発上昇になってまして、そして GMMA、日足の GMMA の青帯の上に乗せてきた。ここでサポートされれば次の上昇、つまり次のターゲットがこの白いライン付近ですね。187円付近になるんですが、それまでのところも結構揉み合うと思いますので、もしここまで187円まで上昇してくるにしても難しい動きをしそう。そういうところに入ってきます。ただし現在日足のストキャスティクスは高値圏にありますので、基本的には上値は重いんですね。なので昨日も長い下髭の陰線になっておりますので、本日もしもう一度下落してきて、長い下髭の陽線なんかを作ってくれると上昇しやすくなると思いますが、今はこのレンジの上限ですね。この白いライン、2本で挟まれたレンジの上限、184円というところが重しになって、現在はもう少し上抜けきれないのかなというところですので、ストキャスティクス高値圏にあるんで、もう一度深押しをして、昨日安値ぐらいまで下がってきてからの上昇になってくれると上昇しやすいと思いますが、このまま本日上抜けた場合は基本的にもう一度深めの押しをつけてくる可能性が高いとも思いますので、現在はレンジの上限付近、そしてストキャスティクスも過熱感マックスというところで、ここからの上昇っていうのはなかなか難しいかもしれませんので、昨日みたいな押しを一旦待ちたいところですね。では4時間足です。昨日こういうピンクの矢印のイメージをしておりました GMMA に接触してからの上昇っていうところで理想の動きを昨日はしてきました。ただしストキャスティクスそろそろ高値圏にありますので、本日の上昇がこの直近の高値ですね、184.2 付近、このあたりを明確に上抜けてくれればいいんですが、そこを上抜ける前にストキャスティクスが高値圏に入ってしまいますと、ここでのダブルトップみたいな形で再び GMMA の青帯ぐらいまで下落してくるというような動き、つまり昨日の安値をもう一度目指すような動き、ダブルトップになって再び下がっていくっていう、そういうイメージも持てますので、その辺は注意ですね。直近高値の 184.2 か3付近まで上昇する可能性はありますが、そこを抜けられるかどうか、そして抜けてきた場合もこの緑のゾーンを描いてますが、この辺は上値が重くなるポイントですので、上がったところから買っていくんではなく、昨日みたいに下がったところを買っていけるといいと思います。では1時間足です。1時間足 GMMA はずっとこれ上昇トレンドでした。そしてここ先ほども言いましたが、一旦昨日付近から横ばいになって現在はレンジ中ですので、今今朝方から上抜けてきてますが、今 GMMA の青帯でサポートされて上昇してきてるの分かりますか？ここですね。GMMA の青帯で今朝方からサポート、何度もサポートされていて、そこからの一旦の上昇になってます。ただし先ほど言いましたように直近の高値ここですね。184.3 付近を超えられるかどうか分かりませんので、そこを超えられないとそことのダブルトップでの下落になってきますので、まずは直近高値付近までの上昇は見ておきたい。そこでどうなるか、そこを上抜けてきた場合は一旦次の押しを待ってからの上昇の流れに乗っていくといいと思います。すぐにこの先ほど言っていた緑のゾーンが上にありますので、そこに当たってくるとおそらく一旦下落すると思うんですね。ですので、その上昇した直近高値を上抜けたからそこから上昇についていくんじゃなくって、直近高値を上抜けて一度押しをつけてからの次の上昇、イメージとしてはこんな感じですね。上抜けて押しをつけて上昇していくという、こんなピンク矢印のようなイメージを持っておくといいと思います。それが直近の高値を上抜けた場合のイメージですね。上抜けられなければダブルトップで下落していきますので、その場合は昨日安値付近までもう一度下落していくと考えておくのがいいと思います。では次はドル円の日足からです。こちらは GMMA の青帯に接触してきて、ストキャスティクスも高値圏からデッドクロス。今までの流れでいくと、今日足でずっと下落トレンドを作っていたんですね。GMMA の青帯が下向きですので下落トレンド、それに沿って下落してきていたんですが、ここでその下落トレンドを崩すかどうかという今分かれ道にあります。ここを上抜けるかもしれないですし、現在地付近から下落するかもしれない。ここのところ数日間揉み合っているのが分かりますよね。ずっとこんな感じ、ずっと揉み合いで上髭とか下髭を出しているので、今はちょっと難しいところですね。ただ底堅い動きをしているのも確かですので、本日は上抜けをトライするような動きをしてくるかもしれないですね。その場合は
は下がったところから買っていくのがいいと思います。今、冷やし単位ではここから下落するかもしれないというポイントにありますので、ここ、現在地から買っていくっていうのはあまり良くないので、そうじゃなくてもっと買い足で押しをつけたところから買っていくっていう、そんな感じですね。では4時間足です。4時間足ではここ、先週の金曜日のこの雇用統計と ISM の発表で、この動いた乱高下したところですね。ここを上抜ければそれについていく、下抜ければついていくんですが、下抜けた場合は GMMA の青帯がすぐ下にあるので、そこからの反発上昇には警戒ですねっていう、そういう話をしておりました。ちょうど昨日はそんな感じで動いてきてますよね。一旦下抜けたんですが、そこがすぐボトムとなって、そこからの上昇、GMMA の青帯に接触してからの上昇になってきております。基本的には GMMA の青帯上向きですので、4時間足は上昇トレンドなんですね。ただ、日足は GMMA の青帯がここを通ってました。現在地のすぐ上を通っているので、日足単位で言うと、今日足の GMMA に上から抑えられて、そして4時間足の GMMA に下からサポートされてという、現在地っていうのは、日足と4時間足に挟まれたそういうポイントにありますので、分かりにくい動きをしやすいところなんですね。ですので、上がったら売られるし、下がったら買われるっていうところにありますので、先ほど言ったように、買っていく場合はしっかりと引きつけてですね、昨日みたいな下落があればそこからの上昇の流れには乗っていけると思いますが、このまま上昇してきた場合は直近の高値、この146円付近でのダブルトップっていうのもイメージできますので、その辺を見ておくといいですね。今は一旦は上昇してますが、146円は意識されると思いますし、下落してくれば昨日の安値が意識されると思います。では最後に1時間足です。1時間足はエリオット波動をイメージしてまして、その4波が継続中ということを昨日お話ししておりました。そして昨日はもう一段下落してきましたね。昨日投稿した段階よりももう一段安値を更新してからの上昇。そして昨日つけた安値っていうのがここ 143.5 っていうところをぴったりつけているんですね。下髭でちょっと下抜けてますが、143.5 っていうところでぴったり反発上昇してますので、この赤矢印のところ、ここでのエントリーはやりやすかったんじゃないかなっていうことを昨日ツイッターで投稿しておりました。そこからのちょっと分かりにくい動きをしながらも今上昇してきております。現在は GMMA の青帯は横ばいですので基本的にはレンジですが、ここ 2,3 日の動きを見ても分かりますように、今 GMMA の青帯でここ 2,3 日ずっと上値を抑えられているんですよね。こことかこことかずっと GMMA で抑えられていたんですが、それを上抜けてきたので、逆に言えば次今レジスタンスになっていたラインが次はサポートに変わってきますので、この辺の動きを見ておきたい。そして今は上昇の初動にあるっていうことですね。もちろんここから上昇するかどうかは分かりませんが、今エリオット波動の5波に入ったのであればここから上昇していきますので、本日はその流れを見ておきたい。そしてこのまま上昇していった場合は146円がターゲットになってきますので、そこを上抜けられるかどうかっていうところに注目ですね。その前に145円というこの白い水平線、ここ切り板でもありますので、まずは145円が意識されて、その次そこを上抜けてくると146円までという、そういう上昇の仕方をしますので、今は GMMA の青帯の上にありますので上昇しやすい試合で、まずは145円まで、そこを抜けると次は146円までという動き方をしてきますが、 GMMA の青帯まだ横ばいですので当然下抜けるリスクもありますので、その辺はご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。